はい、どうもこんです。ということで、今回はこちらの週末コンボを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、現在行われているプロツアーにおいて、2人がリストを共有して持ち込んでいるデッキですね。面白い即死コンボデッキということでピックアップしてみました。デッキのキーとなるのが腐食の荒馬で、2022という貧弱なクリーチャーではあるのですが、攻撃時にライブラリートップを公開してドローし、寄贈していた場合、そのマナ総量分のライフを失わせることができるカードになっています。デッキ名の通り、週末の鍵をめくって15点ライフルーズさせるデッキなのですが、ライブラリ操作するためのカードが限りない強欲ですね。3マネで好きなカードをトップに置くことができるので、週末の鍵を持ってきて、そのターンにコンボを決めていく形ですね。また、コンボが決まらない場合でも、シェオルドレッドと3ドローモードの組み合わせも搭載していて、3点ゲインしながら3ドローや相手に引かせて9点ライフルーズなど、面白い動きができるようになっています。また、メインから覆われた羊飼いが入っているのも面白く、ボロス投手をメインから見ている構築になっていますね。サイドにも害獣駆除が2枚採用されていて、特にサイド後からはボロスをかなり見た構成になっています。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さらに土地。さすがに。さあ、サイドボード、害獣駆除は入れて、あとは切り崩し、ぐらいですかね。ボロスは除去あんまり入っていないので、スクレルブ抜いていきますか。で、あとは、ラフィンの、3つ車を1枚ぐらい抜いていきますかね。こんな感じでいきましょう。さあ、1本目負けて2試合目。土地だらけですが、キープしてみますか。一応全体除去が1枚あって、あと長砲ランドもあるということで、あと A 頑丈もあるということで、除去が、3枚の構成ですね。さあ、相手は、ワンマリガンでスタート。まずは長砲、土地は墓地に置いていくと。前半ね、しっかりとコントロールしながら、パーツを探していきましょう。さあ、相手はミレックスから、メイン援軍。全除去あるんですけど、ここは打っていいですね。害獣駆除は、相手のクリーチャーがもっと並んでから、打っていきたいかなと。そして、荒馬を引いてくる。一旦これは先に、荒馬ですね。問答急行で除去られる可能性はありますが、ここで、除去打たれる分には、はい、11交換ということで、いいでしょう。事件も解決しないということで。さあ、ただここは、さらに土地を引いてくる。手札除去3枚なので、限りない強欲とかから引いてくるのでも全然 OK ですね。ライブラリートップに好きなカードを置いて、3ドローまですることができるということで、もしくは、ドレッドをそのままね、引いてくるとかでも全然 OK ですね。さあ、行って、ここは、土地を置いて、はい、イーオス。イーオスには、のど首を使っていきましょう。はい。さあ、1マナクリーチャーが2枚手札に入っていくと。これはこの次のターンに、害獣駆除を打っていく形になりますね。さあ、万人を引いていく。これは、はい。劇場を抜いていきましょう。さあ、次のターン。もう全力で1マナクリーチャーを展開してきてほしいですが、ここは福音者から。福音者からだと、ただ管理人まで出してくる場合は、もう害獣駆除は打っていきましょう。さあ、まずは1回、能力を起動していく。スクライはトップ。なるほど。さて、切り崩し。これは福音者まで行きますかね。1マナ以下の、パーマネントしか破壊できないということで、さあ全部除去っていきましょう。一応援軍の本体だけ残るのか。さあ3点入って残り16。ただ相手は、割と、再展開はしやすいハンドではありますね。一旦全部、対象しているので、そろそろ
お、なるほど。さあ、問答記憶は2枚目。さて。はい。これは、両方のモードで打っていきましょう。さあ、5マナで、強欲を打っていく。うん。まあ、羊飼いか、害獣駆除ですが、まあ、羊飼い、どっちがいいだろうね。害獣駆除だと、相手のトークンも破壊はできるんですけど、ただこのターンに、事件が2枚解決して、で、3-2が残っていくんで、多分羊飼いだと、タフ1を除去りながら、まあ3-2も相打ちを取れる状況にはしていくことができますね。終末の影。うん。まあまあ、一旦、全除去していきましょう。このターン、終末の影を出すこともできるんですけど、まあ、ただ羊飼い出し直しからの、喉首構えでも全然 OK かなと。さあ、これははい。さて。まあ、ただ相手ミレックスもあるんで、まあ、毎ターン3-1が出てくるのは結構厄介な、状況ではありますね。まあ、一旦、盤面耐えながら、まあ、コンボ決まったらもう、残り相手ライフ15点ということで、まあ、即死させることはね、できますね。まあ、あとは単純に、終末の影がでかいということで、影で、まあ、2パンあたりを目指すのも、まあ、全然ありかなと。さあ、相手は、さらにドローを進めていく。さあ、さらにひよっこ。これももう1マナ3-2ですからね。さて、からドローを進める。うん。さあ、1マナクリーチャーが、まあ、どんどん並んでくるのがかなりきついですが、さあ、これは除去ですかね。はい。ウセルも入っている。うん。まあ、ノロキミも使っていきましょう。まあ、ただこの盤面であれば、お、なるほど。このターンは終末の影からいきますか。で、地図トークン使って、まあ、アラウマとか引けたら、かなり強いですが、平和の番人はもういらないかな。うん。いや、エイガンゾも使うか。エイガンゾを使って、さらに、カードを探しに行きましょう。はい、超ホランド。88なので、これはブロックはしないですね。5番間。はい。さて、まあ、ただこれ相手もね、その、終末の影、2パンなんで、まあ、殴れないと。お。これは、やったか。まあ、ただ相手、除去持ってるんで、まあ、こっちのデッキを理解していたら、アラウマの方に除去を打ってきますね。まあ、長方まで行きますか。さあ、長方から、土地は墓地に置いていく。さて。まあ、ただ相手からするとこれ、結構難しいですよね。結局その終末の影でも2パンなんで、はい。これフルタップなので、勝ち確ですね。まあ、トップで終末の影を引かない限りは。はい。さあ、ということで、限りない強欲で、ライブラリトップに終末の影を置いて、で、アラウマで、起乗してから、アタックで勝ち確ですね。さあ、トップめくって15点を入れていくと。GG。さあ、1勝1敗で3試合目。さあ、これはまあキープしていきますか。まあ2戦目と同じように、まあ除去をしながら、まあパーツを探していくと。まあドレッドがあるのもいいですね。さて、ということで、まずはこれファストランドから置いていきましょう。ちなみに2戦目からは、サイドボード変更なしですね。さあ、ボルダーレンを並べていく。これもう1枚。はい。これね、害獣駆除がめちゃくちゃ刺さる盤面ですね。相手のトークンもこれ全部破壊することができるので、まあもう、害獣駆除は使っていきましょう。さらに羊飼いも引いてくる。はい。まあまあまあ、1-3効果をしていくと。で、さらに、クリーチャーが並んだとしても、お、なるほど。
さあ、これはもう、これは、もらってもいいですけどね。まあ、次のターンはおそらく、平和の番人から入っていくので、まあ、こちらは、負けなければ、勝てるので、まあ、負けないように立ち回っていきましょう。お、ただ、溶鉱炉、なるほど。溶鉱炉が出てくる場合は、溶鉱炉で削り切られる前に、倒していかないといけないですね。さあ、ということで平和の番人。はい。これは、魔女後追いを指定していきましょう。うん。さて、まあ、こちらの反応、除去だらけということで、まあ、溶鉱炉だけが、ちょっときつい、場面ですね。さあ、はい。まあ、ブロックしますが、まあ、できれば、ドレッドを出していきたいかな。さあ、4マナ目も引いてくる。先にドレッドか、まあ、もしくは、福音者を先に除去っておくか、という感じですが、相手次のターン3体殴れるんで、魔女後追いを打てちゃうのでっていう感じですね。まあ、先に、福音者を除去っておきましょう。まあ、あんまり強い動きではないですが、まあ、ただ羊飼いは、なんていうか、使い回せるカードなんで、まあ、全然、贅沢に使っていって OK ですね。まあ、ドレッドが残ってれば、全然ね、有利は取っていけるんで、さあ、3-1はスルーしていきましょう。まあ、ドレッドからの限りない強欲とかも、まあ、普通に強いですからね。相手、ルツボを置いてくる。お、なるほど。これはコンボも決まりますが、出してみるか。結構迷いますね。ドレッドから、まあ安定していくか。もしくは、アラウマを出すか。うん。まあ平和の番人で、マザートーイは指定してるので、1体殴って、5マナキャストか。まあこれ残れば勝ちですからね。さあまずはひよっこ。はい。あと見えてないカードは、1枚だけ。これ、大体勝ってそう。さあ4点はいいでしょう。うん。まあ、荒馬が生き残れば、次のターンには勝っていける状況。はい。これで荒馬を除去ろうとするんですけど、スタックでクリーチャーを除去ったら、まあ1点しか飛ばないということで、これは勝ち確ですね。さあ、ということで、はい。これ投了と。じじ。さあ、やっていきます。こちら先手。はい。キープしていきましょう。まあ、羊飼いは基本的には、まあ、ボロスソース以外にはあんまり刺さらないカードではあるんですが、ゴルガリ。うん。まあ、まずは、負け犬を出していきましょう。一応、負け犬からの、視点子と繋がっていくので、さあ、ただ相手構えてるということで、はい、除去持ってそうですね。さあ、負け犬に、喉首を使っていく。まあ、喉首を使ってくれるのは、まあ、割とありがたいですね。まあ、一応ドレッドとかにも当たっていくので。さあ、相手保証。さあ、保証か。保証は現状どうしようもないので、まあ、視点値出して、警戒反根で殴りますかね。で、おそらく相手視点値を除ける手段がないんで、まあ、ダブルブロックで保証を落としていく形でいいかなと。さあ、4マナ目から。4マナ目先に置いてくるということは、ドロス。ドロスは対処できないですね。ドロスか。ドロスは相当きつい。A ガンジを引く。A ガンジを引くけど、まあアタックしてったら、A ガンジを持ってますよっていうアタックではありますが。うん。まあ仕方ないかな。さあ羊飼い出して、55にして、で、ハンコンつけて殴っていきましょう。まあ一応、なんていうか、殴らずに、
まあそのまま立たせておくっていうのもありっちゃありなんですが、まあただハンコンつけることができるんで、ドロスと、まあライフレースをね、することができますね。さあ、地図トークンを使っていく。母星樹引かれる。それはかなり厳しい。母星樹なければ、全然、これはさすがにチューターか。まあ、5マナで打っていくのが一番丸そうですね。まあ、これは殴っていくしかないかなと。まあ、でかい方にハンコンつけて、フルパンしていきましょう。まあ、さすがにブロックはしないとは思いますが、5点通って、はい。残り7。で、こちら22。まあ、引き方によっては全然ワンチャンはある形ですね。さあ。まあ、除去ですかね。この状況だと。即死コンボは狙えないので、まあ、都合よく引いてこないと。まあ、のど首、もらっていきますか。ドレッド。なるほど。ワンチャンはあるか。母星樹で視点子割られて4点ライフルーズと12点、16点入るんですけど、残り3点。いや、さすがに厳しいか。ドレッドあるとはいえ、さらにドレッド。これは積んでる？さすがに積んでそう。ドロスに、こののど首打たないといけないんですけど、結局、これはね、多分都合よくトップからのど首を引いてこないと積んでますね。相手が母星図を使ってこないパターンももしかしたらあるかもしれん。さあ、ハンコンつけていきますが、まあさすがにか。さあ、5点通ったらドレッドで勝てるんですが、まあさすがにですね。はい。これは、まあこちら積んでるので、まあ、投了していきましょう。まあまあまあ、サイドボード行きましょう。まあ、ドロス相当厳しいマッチアップなので、まあ一応、精霊界との接触入れていきますか。まあただ相手、ゴルガリなんでね、普通に割られる可能性もありますね。あとは、まあ、英文入れててもいいかな。まあ、羊飼いが刺さらないマッチアップなんで、まあ入れ替えていく形でいいかなと。まあ全部入れていきましょう。さあ、1本目負けて2試合目。土地5はまあマリガンしていきたいですね。さあ、土地1。これはダブマリですね。ダブマリ、先手ダブマリがね、かなり厳しいんですが、まあただ、相手にね、対処手段がなかったら、コンボ決まったら、即ね、勝っていける可能性もあるんで、まあダブマリしていきましょう。いや、ハンド弱いな。まあ、鳥マリはさすがにあれなんで、まあダブマリでいきましょう。まあ一旦超ホーランドからですね。はい。まあ、トップ置きますか。一応コンボパーツなんで、3枚機だらけになってはしまいますが、まあ、初動3ターン目ですね。まあ、ただ万人2枚は結構、耐えれるハンドですね。なるほど。ドロスドロス。一旦これは名もなき、保証ですね。3ターン目の動きを封じていきたいので、さあ、名もなき都市の保証を、指定していくと。で、2枚目の番人で、ドロスですね。さあ、相手は、まあ、火ダゼを出してくるかどうかという感じですね。まあ、出された方がきついかな？どっちかというと。まあ、出していきますね。まあ、33バニラとはいえ、万人がね、しっかりと止まっていくんで。さあ、ということで、もう1枚で、ドロスを指定していきましょう。相手はまあ動けない状況ではあるんですが、ただ、こちらも別に動いていけないと。さて、5マナ目引いてきたんで、これはもう打っていきましょう。
さあ、チュータープラス、3枚ドローしていくと。何持ってきますかね。まあ、コンボは別に決まってないんで、まあ、ドレッドとかでもいいですけどね。ドレッド、うん。まあ、ドレッドかな。ドレッド出してれば、なんとかなりそうなんで、はい。7組も引いてくる。まあ、悪くない引きですね。お、さあ、ただ相手除去を持っている。ドロスの方ですね、これは。さあ、ドロスが出てくるんですが、でかい。さあ、66が出てくる。一旦、お、なるほど。これ、いらんかな、さすがに今は。今はいらなそう。相手が切り崩し持ってるんで、一旦ドレッド出して6点は受けていく形ですね。まあ、英文も出すことはできるんですけど、結局、切り崩しがあるんで、っていう感じかなと。さあ、まずはドレッドを出していきましょう。まあ、ドレッドが生き残りさえすれば、どんどんとね、ゲインはすることができるので。さあ、残り8点から、ドロス2体目。四天使。まあ、悪くはないかな。先に四天使出していきそうですね。まあ、四天使出して、ドレッドに、半コンつけて殴りますかね。左勢は正直万人とも、相打ちで OK なんで、うん。さあ、半コンつけて殴っていきましょう。さあ、残り14点まで。というか、万人ももう殴ってよかったかな。殴って、そうですね。殴って良さそうですね。さあ、保証出てくる。5マナでキャスト。なるほど。さあ、これはブロックしない。さあ、残り8点から10。週末の影がちょっとだけ重くなっていく。さて。まあ、影出してもいいんですが、一旦英文構えかな。さあ、残り7点まで。で、相手ドロスがいるんで、このターンに勝たないと、勝てない。という状況ですね。さあ、地図トークンを使ってきますが、トップはのど首。ドロスはアップキープに能力が言うはずなので、手札に除去がない限りは、そのまま勝っていけそうですね。まあ、なんていうか、コンボが決まらなくても、普通にね、白黒ミッドレンジとして戦っていけるので、さあ、フルパンしてきますが、これはどっちともブロックでいいでしょう。2点ライフルーズがあって9点、残り4。4なので、おそらく大丈夫なはず。さあ、残り6から、まあ何か、はい、まあさすがに投了ですね。GG。さあ、1勝1敗で3試合目。これは、なかなかいいのでは。スクレルブからの荒馬は、まあだいぶいい、動きをすることができますね。さあ、1ターン目スクレルブ。2ターン目荒馬からの、で、これ、中ター引いてきたらもう、コンボがね、決まっていく形ではあるんですが、まあ、ただ、中ターは現在持っていないと。さあ、3点通って残り17からの説教者。うん。さて。まあ、さすがにね、そこまでうまくはいかないですね。まあ、ただ、視点士で乗って、飛行をつけて、フリーで殴っていけるんで、さあ、荒馬飛行をつけて殴っていきましょう。ワンチャン、週末が乗ってる可能性も。荒馬、はい。さあ、まあ実質4点アタックですからね。で、相手はスクレルブを除らないと、まあ、いつコンボが決まるかわからないという状況ですね。特目、まあ、使ってもいいかな。まあ、相手がその切り崩し持ってる可能性もあるんですけど、2枚目の荒馬持ってるんで、まあ、いいかな。
まあ切り崩し打たれても四天使はね、生き残っていくんで。さあ、2体アタック。からの、なんか止まってきてる感じはあるんで、切り崩し引いたかな、これは。はい。まあまあまあ、これはしょうがないですね。さて、さあ、コンボパーツ揃っていく。これは、今度こそ、アラウマ守って勝ちですね。さあ、まずは、3点アタックからのアラウマ。さすがに、勝ってそう。除去とかじゃない限り、いけますね。で、ハンデスされてもトップに限りない強欲があるんで、まあ、さすがに勝ってそう。さあ、8対12ではあるんですが、火だぜ。はい。まあ、マナ使ってきたら勝ち確ですね。残り12なんで、4点ゲインされても、残り16で、まあ、さすがに勝ってますね。週末乗せて、で、アラウマはその飛行で殴らせることによって、2点プラス15で17点通っていきますね。まあ、結構ね、このコンボ決まるんで、いや、面白いデッキですね。さあ、飛行つけて、殴っていく。15点プラス2点通して勝つと。GG。いいデッキですね。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。